今回のテーマは反則になりますということで、今から反則をいっぱいやっていきます。結構ニュースとかで話題になるプロ棋士が何々をしたみたいな反則があるんですけど、それの最もたるやつが二歩だと思います。この二歩なんですが、縦の列に2個歩が、自分の向きの歩ですね、自分の歩が並んだらその時点で反則負けとなります。横は OK です。縦の列で歩が2個、これが二歩で反則です。覚えておきましょう。二歩っていうのは反則なんですが、じゃあここに並ぶのがもしと金と歩だったらどうでしょうか。実はこれは OK になります。なので例えばここにどうしても歩を打ちたいけど二歩になっちゃうっていう時は、先にこの歩をなってと金にしちゃってから次の自分のターンで打つっていうのをやれば二歩じゃなくなります。なので二歩じゃなくこうやって歩を使いたい、それをどうすればいいかっていうふうに考えるのも醍醐味の一つです。そして次の反則です。次の反則は行きどころがない駒。例えばここの歩を1個前に進めますと、もう次進めることはできないですよね。ここ壁になります。ってことでこうやって1個前に進めた時点で反則負けとなっちゃいます。あれ、じゃあこの歩はどうやって使えばいいのか。この歩をここに進めた時は、相手の敵陣3段目に入ったら慣れましたよね。ということでなれば OK です。なればこのと金は金の動きになるので、横にも後ろにも行くことができます。ということでこの歩はならないと反則になっちゃいます。こちらの香車と桂馬も同じです。香車まっすぐ進んだら次に行きどころがないので、これは反則です。なんですが香車も相手の敵陣3段目に入るとなることができるので、なれば OK となります。桂馬も飛べる駒なんですが、こうやって飛ぶと行きどころがないので反則です。桂馬こうやって動かすときはなりましょう。なったら OK となります。こうやって重ねることはできないので、こちらにしか行けないっていうのを覚えておきましょう。さあ、行きどころがない駒やってきました。次こちらをご覧ください。こちら次に歩持ってるし王様は逃げる場所ないので、これやりたいって思うかもしれません。これ二歩&もう一つ反則なんですね。これ内歩詰めって言います。最後王様が詰む時、もうこれで王様取れるよってなる時に、最後の一手を持ち駒の歩をこうやって打ってしまう、これを反則になります。これダメです。例えばここの歩がいなくてこうやって打っても同じです。持ち駒の歩を持ってきているので内歩詰めになります。なんですが、なんでここに歩を置いたかというと、反則じゃなく詰ませることはできるんです。ここの歩を持ってくるんじゃなく、ここの歩を盤上で動かして詰ます、これは突き歩詰めって言って OK になります。難しいですよね。ということで盤上の子は動かして歩で詰ますっていうのは OK なんですが、こうやって打ってしまうと NG になります。内歩詰めは NG、 覚えておきましょう。反則です。そして最後にちょっとめんどくさいのをやります。めんどくさいのなんですが、例えばこうやって銀を上がって取ったら取り返せるように王手をしてみます。で相手は詰んだら嫌なので逃げてきます。逃げた時にもう一回下がります。でじゃあ相手はここに行ったら元の形に戻るなって戻ってきます。でこれを永遠に繰り返したらどうなるか。王手王手逃げる王手、これを繰り返したら実はですね、4回繰り返すと反則負けになります。
これは王手の千日手っていうんですけど、王手王手っていうのを千日手繰り返して同じ形、この初期配置に4回なると永遠に将棋終わんないですよね。ということで、そういうのを防ぐために反則となっております。王手の千日手は反則、ちょっと難しいんですが覚えておきましょう。さあ、そうですね、あともう一つよくあるのが、今自分がこうやったのにもう一手指す、自分のターンで2回指しちゃう、2手指しって言います。これも反則になります。自分の手番の時は1手だけ指す、そして相手が何かを指してくる、自分が指す、この交互の手の繰り返しが将棋です。反則いっぱいありますが、ちょっとずつ覚えていきましょう。